こいつら本気で逃げるときは豹並みの速さを持つ猫のようだな。見逃してやろう。追わないの？必要ない。雪原で追いかけっこをするほどバカじゃない。とにかくこの隠れ家はもう使えないな。それから君はいつからそんな質問をするようになったんだ？以前ならこんな時とっくに突撃していたんじゃないか。私だって反省できるの。ナビゲーターの命令は軍の司令部より重いからね。前によく叱られたよ。それに大事な目的は達成したからね。どんな目的だ？ナビゲーター、あれは撃った？一人の背中の真ん中に命中した。それで問題ないよな。大丈夫なはず。そいつは北東に向かってる。私たちは命中させるのが仕事。残りはあのエンジニアたちが研究プロセスで明らかにすることだよ。君たちの計画が成功して嬉しいよ。で、現役のアイギス職員でない私に何が起きたか説明してくれないのか？これはビーコンなんだ。アイギスのエンジニアが手を加えた小道具ってとこだな。調整してやればいろんな口径の銃で使える。基本的に殺傷力はない。命中すると自動で分解されて見えない位置特定装置になる。最高なのはね、仕事中に使うと後から経費生産できるってことなの。私たちは休暇中で無理だからエフゲニアの給料から引かれるよ。あ、思い出した。エグザは先月装甲を使いすぎて給料の一部がもうないんだっけ。ナビゲーター、代わりに払ってあげて。エグザのとっておきの恥ずかしい話を教えてあげるから。断る。なぜアイギスはこんなエージェントの小道具みたいなものをドライバーに配っているんだ？さあ、アイギスの内部にエージェントか諜報員が本業みたいなドライバーがいるのかもね。私は違うよ。これを申請したのは単にこの人が休日もじっとしてないからなの。現役戦闘員は備えておくに越したことはないからね。今役に立ったでしょ。地下室に縮こまってても進展はないだろうし、今は2人が私たちをガイドしてくれる。どこへ連れてってくれるのか見ものだね。リスカはどう思う？位置特定装置はどのくらい持つんだ？位置更新の頻度は割と高いから5日ってとこね。なら3日間追跡しよう。こっちも別の隠れ家なんて用意していない。荒野に深入りしすぎると危険だ。地下室に戻って数日分の物資を持ってくる。手伝ってくれ。物資？缶詰や防寒具、寝袋なんかだな。雪原を突っ切って追跡して生き延びるのに役立つ。君はまさか私たちがこのまま…待てよ。本当に何も考えてなかったんだな。今思いついたよ。それであんたの怒りをチャラにしてくれない？ほう、そうか。隊長、昔急に君を殴りたくなった感覚が久しぶりに蘇ってきたよ。ああ、言っちゃった。怒った姿は前と全然変わってないな。今わかったかも。あなたのそばには常にこんな時に怒りを担当する人がいた。前はあの人、今は私。そうでしょ？リュドミラさん？どうしたのアンナ？元気がないみたいですけど大丈夫ですか？昨日のご家庭での出来事のせいですか？家のことはちょっと関係があるわ。あ、とにかく大したことじゃないの。気にしないで。私に何か用？
話題をそらすのも下手になった感じですね。ご家庭のことは聞きませんが、お手伝いできることがあれば言ってくださいね。こちらは午後の科学部の業務リストです。部長から預かっていました。ありがとう。見てみるわ。いつもと同じね。あれ、臨時ドライバー登録のために技術サポートを提供？珍しいわね。こんな地方都市に来るドライバーがいるなんて。それどころか大スターですよ。詳しいことは後のお楽しみとして、見ても感激しすぎないでくださいね。じゃあ私は受付に戻りますけど、一緒にランチでもいかがです？いいわ。時間になったら入り口で待ってる。大スター？もしもし、科学部のリュドミラよ。よかったら昨日の来訪者名簿を見せてもらえる？昨日の材料テストの結果は出たか？主任、整理はほぼ終わっています。民間の材料工場の方では結果に疑問があったようなので、オリジナルデータのみ提出しました。後ほど。時間を無駄にすることはない。私にデータを見せてくれ。はい、もちろんです。ふん。こことここ、公式の引用に問題がある。1週間前によくあるミスについて言ったばかりなのに、真剣に聞かない者がいるとはな。この部分の責任者は誰だ？私の記憶違いでなければ、昨日の当直はミハイルです。ここに呼ぶように。本部から与えられた時間は多くない。こんな低レベルなミスで遅らせるわけにいかない。私だ。本当か？わかった。その件は上に伝えておく。休養ができた。ミハイルを呼ぶ必要はない。全データを修正してくれ。午後までに完全なレポートを見たい。ボロトネイの責任者、ビクトリアだ。あの方に繋いでもらえるか？そうだ。差し迫った状況だ。直接伝えたい。わかった。頼む。理解してくれて感謝する。あ、おはようございます。主任、部下に聞きました。それで、急ぎの要件って何でしょうか？勝手に逃げ出した子猫がついに捕まったとか。その件はまだ進行中で、今日の定期連絡が来たら進捗を報告しますのでご安心を。私がお伝えしたいのは、アイギスの情報提供者からの報告です。想定外のドライバー2名がここを訪れました。名前はご存知だと思いますが、リングゴア所属のエフゲニアとテベルダです。これは上層部の指示ですか？言っておきますが、あなたに上層部の決定を探る権限はありませんよね。そういうつもりでは。冗談です。エフゲニアとテベルダですよね。知っています。とても評判がいい二人ですが、私の知る限り、リングゴアはセイレーン。つまり、あなたたちが設立したドライバー部隊のはずですね。なぜ、私たち投資家がこの件に関与していると思うのですか？私はただ間に何か誤解がないか確かめたかったのです。私が知る限りリングゴアはセイレーンに属してはいますが、日常的な管理においてはアイギスと接触することが多くなります。それが投資家の皆様のお望みならばこれ以上申しません。ですが私は彼女たちの行動がアイギスの意思であることが心配なのです。彼女たちは単に気まぐれでどこかへ旅行したのかもしれませんよ。もしそうなら一番いいのですが。あなたは慎重ですね、主任。いいでしょう。
それはどういう意味ですか？この件は心に留めておきます。今後私からの指示がない場合、彼女たちは休暇を過ごしに来たのだと考えてください。そうすればあなたは重要な実験データと逃げた子猫を連れ戻すことに集中できるでしょ。お互いに問題を解決できると思いませんか？私の心象を良くしておくといいですよ。そうすればこの件が解決した後、もっと素敵な実験室を与えられるかもしれませんから。覚えておきます。ではまた。はあ、まったく次から次へと。誰かがわざと私を妨害しているのでしょうか。まあ仕方ありません。こんなに便利な場所にいるのですから。人間はいつも無意識にこういう相手に頼ろうとする。その正体も知らずに、ちょうどいいから体でも動かしましょう。エフゲニア、リングゴアの現役ドライバー。以前はカティアの軍隊で戦車中隊の中隊長を務めていた。優れた功績である意味セイレーンの中心的キャラクターと言ってもいい。テベルダ、出身は少なくとも公開記録では戦争孤児。テストを経て総合的な戦闘訓練を受ける。現在はエフゲニアがカティア市民としての身元保証人になっている。テベルダがどの事件に関与しているか調べるのはさほど難しくありません。ですがカティア支部の機嫌を損ねたくないですし、現状とは関係ない。まあいいでしょう。情報というのは素晴らしいですね。全く重要でないように見えて、数本の糸が結びつけばたちまち面白い意味を持つのですから。イスカラ・ペトロヴィナ・イワノバ。父親はカティア革命の英雄で、軍では中期から戦車中隊の副長を務めた。ちょうどエフゲニアと同じ部隊ですね。退役後はまたもや都合よくボロトネイでバーを経営。なんて面白い偶然でしょう。元上司と戦友会でも開催するつもりなのでしょうか。最後はアイギスの最近の人事異動記録ですね。あら、これは大変。ナビゲーター、どうしてあなたはいつも事件の真っ只中に飛び込んでくるのですか？ちょっとかわいそうになりますね。この前適当に見ていた旅行雑誌はどこだったかしら。あった。ボロトネイ。人気はないが特色あるカティアの旅行先第19位。長い歴史を持つカティアの都市。美しく静かで穏やかな街。現在に侵入されたことは数えるほどしかない。旅行シーズンの人混みとは無縁ののんびり休日を過ごせる絶好の選択。このキャッチフレーズは後で書き直す必要があるかもしれませんね。この雑誌社が気にしなければいいのですけど、部下の後始末をするとしましょう。